どうも、イレギュラーなドキュメンタリーババアです。本来は土曜日がドキュメンタリーババアナレーションの日だ。だが、今回は少しイレギュラー会。土曜の日中は母の7回忌法要のためランチの撮影ができない。なので今回は特別に木曜がナレーションババアの日。金曜の夕方に代わり場入りして大量のビワを収穫する。昨年の大不作が嘘のように黄金色に輝く鈴なりのビワ。去年は収穫ゼロだったが、毎年この時期は鳥と人間とのビワバトル。だがしかし、ほぼ毎年鳥に敗北している。掃除をして、義彦におもちゃを返して、早く買い物を済ませよう。野良亀を発見した。父さんのお膝でねんねですか。何やウェイヒラヒラうといわ。本日も荒ぶりティーですね。よちのするどいキバブサスタナン。好きあらば噛みつこうとする。シェツコイアスンイエディ。義彦にチューしたいけど鼻かまれるしな。ホリケオチカズキッメイ。そろそろ手加減覚えて。いやや。Why wa kamahendai? コンさん昔は暴れん坊だったよね。Why wa pseudo madali konchanya? 父さんの机荒らすし家中のドア全部開けるし。Doa wa imademo zenbu akalalelidi. 押しドアも引きドアもなんなら引き戸も開けるもんね。Ochinoko saisai desu wa. 多分コンさん猫界隈でもトップクラスで頭いい。Baba yuli adama ade. 時を戻そう。金曜日の映像はまだ続く。翌日は雨予報なので、なるべく金曜中に熟れているビワを収穫しなければ。ビワの実と葉に仕分けてみた。思った以上に大量だった。この大量のビワの皮、誰が剥くのだろう。そうだね、ババアだね。ビワの葉っぱは入浴剤にしよう。2年もの以降の葉っぱはお茶にして飲めるが、新しい葉っぱは飲用に向かない。乾かした葉っぱを直接湯船に投げ入れて使ってやろうと思う。何に効くのかはわからないが、なんとなく効く気がする。輪ゴムで留めて日陰干しにしておこうか。日陰干しにしたものがこちらになります。さあ、地獄の入り口だ。このちまちまとした作業、嫌いじゃない。だがしかし、限度というものがある。剥いても剥いても減らないビワ。ババアの手があと10本欲しい。そんなこんなでビワを剥いて果糖と一緒に煮込んだんだ。煮込んだらこうなった。動画は撮れてない。YouTuber の風上にも置けない失態だ。そしてこれは金曜の夜の映像だ。パン生地をこねて冷蔵庫でオーバーナイト発酵しておこう。今回の生地は米ぬか 50%、加水率 84%。分量の詳細は概要欄を見てね。明日法事から帰ってきたらすぐに焼いてやるんだ。さすが米ぬか 50%。着色料でも入っているのかと見まごう茶色。さながら魅惑的なチョロコの腹毛色のよう。さあ、ゆっくりお休み、生地。金曜の動画はここまで。それでは出発しようか。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。
糖尿病発覚当時、血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで、今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。お寺さんに到着した。もう7回忌、時が経つのは早いな。法要を終え、姉夫婦と食事をして帰り場へ帰宅。オーバーナイト発酵の生地でパン作業開始だ。冷蔵庫の中で一晩かけてじっくりと発酵してくれたサワー酒サワコの生地だ。これはババアが米ぬかから立ち上げた酵母なんだ。1週間かけて2022年の5月にゆっくり大切に立ち上げた酵母。種継ぎを繰り返して今でも現役でパンを膨らませてくれる。サワコとは一生涯を共にするちくまの友なんだ。さあ、大雑把な茶バッタを焼いていこうか。180度の上下ヒーターで45分。その間に雑な味噌汁を作る。ババアはこの味噌汁を1日1回この保温鍋で大量に作る。そして本日も画期的でトリッキーな唐揚げだ。ささみと手羽元を一緒に揚げてしまおうという斬新かつ大雑把な唐揚げだ。一度のメニューに大雑把というワードが2度も登場するババアのチャンネル。料理バラエティチャンネルだから生温かい目で見守ってほしい。大座、ワイルドなサラダも作る。危うく3度目の大雑把ワードを言ってしまうところだった。ドレッシングはマヨネーズに合法パウダー、オイスターソースに果糖にリンゴ酢に醤油。この中にざく切り野菜を適当に投げ込んで混ぜるだけのサラダだ。こんなに雑なのに市販のドレッシングに引けを取らない。時間があるので旦那氏のつまみでも作ろうか。醤油と味の素の液に大葉を漬け込むだけ。これだけでご飯3合いけるらしい。さあ、オーバーナイト茶バッタが焼き上がったよ。茶バッタを冷ましている間にラスト8作を使い切ろうか。手で触れるくらいまで茶バッタを冷ましたら定番の具材をサンドしていくんだ。一つはハムチーズトマトサンド、もう一つはささみチーズサンドだ。時間がない時の茶バッタサンドはババアの味方。こんなに大雑把なのに美味しいサンドイッチが完成するんだ。3度目の大雑把を言ってしまった。それではこのサンドをちょうど2人分に切り分けようか。サラダやスイーツも準備をしたら、なんだかわけのわからない夕食が完成した。ビワも早速乗せてみる。茶バッタだけど味噌汁も添えてやろうか。茶バッタサンドが完成した。ゼロコーラと間違えて買ってしまったミニコーラ。それではいただこう。謎に美味しいサラダでベジファーストをストイックに守る。水菜のシャキシャキ感がたまらない。
さあ、ちょうど2人分に切り分けた茶バッタサンドを食べてみようか。本日の生地の半分は米ぬかが入っている。普段撮影用に作っているパンは米ぬかを 20% にとどめているが、ババアが通常主食としているパンは米ぬか 50% なんだ。米ぬかが多い分、膨らみが弱くなるので小麦タンパクを添加している。茶バッタサンドが美味しすぎる件。画面左のテーブルのボリュームに圧倒されて、ババアの食事量が少なく見えるが、6枚切り食パン1枚分くらいの量は食べている。ただ、そのうちの半分は米ぬかだから血糖値が爆上がりすることはない。米ぬかに出会えてよかった。最近ババアはつくづく思うんだ。糖尿病だと診断された時、大好きなパンがもう二度と焼けないのかと悲しかった。それから食材をいろいろと調べ上げて、血糖値をコントロールする術を覚えた。ババアが米ぬかに出会ってなかったら、このチャンネルはどうなっていたんだろう。そんな風に思いを馳せながら、美味しかった。また見てね。